スポーツというふうに聞くと何を思い出されますでしょうか。スポーツというのはいろんなものの見方があるんですが、一般的には運動競技、それから身体活動として身体的なものとか生理的な現象でよく見られるんですね。ですが別の視点として競技性だとか競技性を持ったゲームや娯楽として人類が生み出した文化という視点があります。この文化を育む社会からスポーツを紐解いていくのがスポーツ社会学というものなんです。産業革命が起こった英国では、国を治めるために近代以前の18世紀まででは暴力によって実は権力を獲得したんですね。近代に入りますと非暴力、暴力を使わずに政権、権力を譲渡する、すなわち議会制民主主義というふうに変わっていきました。実は近代スポーツの成立というのもこの時期と同じ時に起こってるんですね。そしてまたもう一つ面白いところは近代スポーツの特徴も同じものが見られる。暴力の抑制ということです。暴力を抑えるということです。そしてもう一つ、ある程度の暴力を受け入れるということも特徴として見られます。サッカー、フットボール、そしてボクシング、レスリングを考えていただければ、これスポーツの場以外でやれば明らかな暴力ですよね。ですがスポーツの場においては熱狂と興奮というのがそれが正式に認められている不思議なものですよね。現代におけるスポーツの場というのをちょっとデータを見て考えてみましょう。そうすると2018年のサッカーのワールドカップ、ロシアで行われました。これはテレビインターネットの視聴者としては 35.7 億人だったそうです。約世界の人口の半分です。これは世界最大の中国の人口を上回っています。そこからすると隠れた世界最大のスポーツの国民ということも言えるんじゃないでしょうか。一方、人々の拠り所になっている宗教と対比してみますと、1位のキリスト教徒、そしてイスラム教徒、合わせた数字とほぼ同じになっている。そうすると隠れた世界最大のスポーツの教徒ということも言えるんではないでしょうか。そうすると社会って何っていうふうに考えてください。社会っていうものを見たことありますか？実は明確な枠組みがないんですね。ですからいろんな争いが起きる。だから社会では争いや衝突が起こるのが当然なんですが、スポーツの場ではなぜか収まっている。特にスポーツの場では人と人との相互の関係の場ということが言えると思います。そうすると暴力の抑制と需要から始まって国家、宗教、人種、民族を超えて特殊な社会が収まっている。このようななぜかと思うのを研究しているのが私の領域であるガバナンス論です。このスポーツの特殊性から全ての社会に応用可能な法則を見つけ出して暴力を使わずに社会を平和に収めることが可能になればと思って日々研究しております。